Hello. Hi guys. Welcome back.ナイスミツということで、このポッドキャストではですね、私ミツが、日々気づいたこととか思ったことをのんびり話していくポッドキャストでございますと。特にここに深い話はございませんので、のんびり聞いてくれたらいいなと思っております。今日話したい話はですね、皆さんは今でもなまりそうだったな。今でも、たまに思い出す過去の会話とかってありますかね？結構何年も前のやつとかでも、たまにふとあの時の会話とか思い出すことありません？今日はちょっとその話をしようかなと思うんだけど、そう、あるんですよね。しかも1回だけとかじゃなくて、コンスタントに俺思い出す会話があって、その話をしようかなと思うんだけど、昔俺、ジンを作ってたことがあって、ジンってわかるかな？自分で本を作るって、自分で印刷とかして写真を撮ったりとか、何でもいいんだけど、ね、描いたりとか、絵描いたりとかしてさ、あの、自分で冊子を作る小冊子、ジンっていう呼び方があるんだけど、今でも全然作ってる人いると思うし、ちょっと昔は日本でもすごく流行ってた時があってね、ジンの作り方みたいな本とかも出てた時があって、そう、そのジンをね、昔作ってた時があったんだよね。で、え自分で写真を撮ったりとか、あの、そう、インタビューとかしてジンを作ってたんだけど、その自分のジンは、テーマとしてはゲイの目線から見たストリートカルチャーっていうのがコンセプトで、テーマで、あとはエロ本っていうのをテーマにして、チョンプっていう名前で作ってたんだけど、スケーターの、その時ちょっとスケボーのカルチャーとかもハマってたから、スケーターの男の人の、スケーターだけじゃなかったけど、男の人のちょっと裸の写真を撮ったりとかして、あとはストリートっぽいアートとかを一緒にして、そういうのをまとめたジンをね、作ってたんだよね。で、その時のその時代の話なんだけど、そういうのを作ってたらやっぱいろんな出会いとかさ、ね、横のつながりができて、その中である友達が一人の日本ってその時もまあ有名というか、結構人気のあるストリートのアーティストでもいいのかな、の展示のオープニングに誘われたのね。なので、そこに行ったんだけど、で、またその時はね、自分も写真を撮り始めたばっかりだし、ジンを作り始めたのばっかで、なんていうのかな、もうそういう、なんていうの、界隈アート界隈っていうか、そういうクリエイティブなコミュニティと触れ合うっていうのもまだまだ慣れてない時っていうかね、なんか、そういうオープニングに行くにしてもすごい緊張してた時期なんだけど、それでも自分でそういうチョンプっていうものを作ってたから、前よりちょっとそういうオープニングに出会う人とかもすごい興味があったりとか、これでもし誰かと出会ったら次に繋がるなとかいながらね、言ってたんだけど、それでね、あの、そのアーティストその日本のアーティストと話ができるチャンスがあったんだよね。で、その人と話をした時にね、
まあその流れで俺がジンを作ってるって話になって、でその人が「どんなジン作ってんの？」って言ってきたから、俺が「あ、ゲイのジンです」って言ったのね。じゃあなんでゲイなのって言ってきたから、いや自分がゲイなんでって言ったのね。まあさらっと。そしたらその人がね、なんかちょっと機嫌悪くしたような感じで、はみたいな。じゃあ自分は、じゃあゲイが特別とか思ってんのってリアクションしてきたのね。まあその部分をね、あの、俺はね、とよくというか、時々思い出すのね、その会話を。これさ、そのリアクションされた時、俺、めちゃくちゃショックで、まさかそんなリアクションが来ると思ってなかったのね。なんていうのかな、もちろん俺自分が特別だとゲイが特別だと思って作ったわけではないし、なんていうのかな、それプラス、その人はストレートでさ、しかもさっきも言ったように、そういうアートシーンみたいなのも初めてな感じだったから、その怒って言ってきた感じにすっごいこう、ビビっちゃって、しかもその会話がこう成り立たなかったことの恥ずかしさもあり、すげえそれを覚えてるんだよね、俺、その瞬間を。で、そこからすごい人に聞かれた時とか、どういう人とか聞かれた時とかに、なんか言うのも躊躇するぐらい、そのゲイの人っていうのも、まあ躊躇っていうか、ちょっとこう気をつけながらこう説明しようって思ったのね。で、今こうアメリカに引っ越してきて、こっちのさ、やっぱり生活していって、いろんなカルチャーを見て、こっちのゲイ、クイアカルチャーだよね。LGBTQ+ のこう存在とかさ、扱い方というか、存在の仕方、アメリカでの存在の仕方とかをこう、ね、見ていった後にさ、その会話をさ、思い出した時に、やっぱりさ、その返答、そのリアクションってやっぱうぜえなってやっぱそのリアクション結構クレイジーなリアクションだなって思うんだよね。思今ならそう思うんだよね。なんだろうな、絶対こっちでもし同じ質問をした時に「え、ゲイが何特別だと思ってんの？」みたいな返答をする人なんて絶対いないと思うんだよね。思ってる人はいるかもしれないけど、その発言がすごくこう、なんていうのかな、間違ってるというか、すごく安易に言うことではないっていうことはもう分かってる常識というか、うん、と思うんだよね。そう。だから、なんだろう、今思うと、あの時のあの人の発言はさ、なんか俺はその時は本当にすごくショックで、あ、俺なんかすげえ間違えたこと言ったんだなとかめっちゃ考えたのね。なんだけど、今もし同じこと聞かれたらさ、いや、特別っていうか、むしろ何が悪いんですかみたいなね。むしろゲイとかクイアが、いろんな文化作ってきました。いろんなカルチャー作ってきましたけどみたいな。むしろそこから生まれるものはめっちゃありますよみたいなね、ことも言えるわけじゃん。やっぱこっちに来て、その発言を、リアクションを思い出した時に、なんていうのかな、この日本がどうっていう話でもないと思うんだけど、なんか、やっぱうちらのゲイの存在っていうのか、こう、捉え方というか、が深いようですげえ浅いんだろうなっていうのを、今なら
感じるなと思いましたね。そう。まあわかんないよ。もしかしたらもう、それの会話をした時ももうだいぶ前だから、もう10年以上前とかだからね。もしかしたらその人ともしその人にね、もし同じ質問した時にはさ、その人が同じリアクションするか分かんないし、その人も正直ね、どんな意味を持ってそれを言ったのかは、俺は分かんないからね。なんとも言えないんだけど、まあ、しかも、それからだいぶ日本も変わってるだろうからね。そういう人たちばっかりじゃないと思うんだけど、まあなんかそのそのショッキングな会話をね、たまに思い出して、やっぱりあのリアクション間違ってんなって思ったんだよね。まあ、間違ってるなっていうか、やっぱうぜえな、うざかったなあいつって思います、今なら。あん時は本当にへこんで、むしろちょっとその人が言ってることが正しいんじゃないかと思って、なんかすごく考えた時期とかあったけど、やっぱなんか、そのリアクションしてきたこと自体がもうちょっとうぜえわ、やっぱりって思いました。うん。はい。まあそんな感じですね、今日は。どうですかね、皆さん。なんかありますか？たまに。思い出すこととかある？思い出す、なんか話というか会話というか、人に言われたこととか自分が言ったことをさ、なんか思い出しちゃう感じ？うん。ね。まあ、ふとちょっとこの話をね、その会話を思い出して、今日はちょっとその話をしようかなと思いました。はい。今日はこんな感じですね。はい。ナイスミツなんですけどももし楽しんでいただけたらですね、ポッドキャストのフォローと、あとは英語の字幕をつけて YouTube もありますので、そちらのサブスクライブもしてもらったりしちゃったりしていいんじゃないでしょうか。はい。今日はこんな感じですね。まだまだ夏なので、皆さん、海とか、なんか楽しいことしてもいいんじゃないでしょうかね。はい。今日はそんな感じです。それじゃあまた次回ですね。会いましょう。それじゃあ、バイバイ。